こんにちは、ウォッチミックスです。今回は一生ものの腕時計を探している40代、50代の大人の方に向けて厳選の腕時計5本をご紹介していこうと思います。今の時代はスマホがあるので腕時計はそれなりのものでも構わないよって方増えてはいるんですけど、でもちょっと腕時計に興味が出てきてあれこれと調べ始めると、やっぱり大人としては上質な一生ものの腕時計を手に入れたいってなりますよね。でも一生ものの腕時計っていざ時計雑誌とかで探し始めると50万、60万と予想以上に高額な腕時計ばっかり紹介されていて、いやーちょっとそれは手が届かないって方も多いんじゃないでしょうか。なので今回はお手頃価格の8万円台の腕時計から頑張れば手の届きそうな30万円台の腕時計まで5本厳選してみたので、よろしければ時計選びの参考にしてみてください。まず1本目ご紹介するのはこちらですね。グランドセイコーよりヘリテージコレクションの1本 SBGX261 30万8000円のモデルご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか。グランドセイコー王道のスタイル、凛としていてかっこいいですよね。このモデルは飽きのこないスマートなスタイルに世界最高峰の QF クォーツ搭載と、まさに一生ものの腕時計として選んで間違いのない、そんな一本になります。12時値に輝くグランドセイコーのロゴ、あとは多面カットされた重厚なドルフィン針、まさに完成形のスタイル、そんな言葉で表したい上質な腕時計になっていると思います。デザインについて簡単に解説しておくと、ケースのフォルムっていうのはスマートなケースのラインにはなっているんですが、やや肉厚感のあるっていうのか、ほんの少し重厚さを感じさせるような、そんなフォルムになってますね。そしてその文字盤にはたくましいドルフィン針、そしてクロスライン、12時、6時、9時、3時、このクロスラインを意識させるようなインデックスデザインになっていて、品がいいだけではなくて実用性の高さ、このバランスっていうのが絶妙。仕上げ方本当に素晴らしいと思います。そしてこのモデルは腕にスッと収まるような小ぶりな 37mm サイズになっていること、これが大人世代には嬉しいポイントで、上品に見えるサイズ感ってこともあって、年を重ねていって50、60、70、80と年を重ねていっても大満足できると思います。デザイン、サイズ感、このまとめ方めちゃくちゃうまいと思います。このモデルだったらかしこまったビジネスシーンでも自信を持って使えること間違いないし、あとは大人の休日スタイルっていうのかな、ジャケパンスタイル、ジャケットにきれいめのデニム合わせて、そういったスタイルをきれいめに楽しむ、そんな一本として楽しむのもいいんじゃないでしょうかね。またこのモデルなんですけど、インスタグラムで見てみると驚くことに、このドレスなスタイルのグランドセイコーをレザーストラップ、しかもややラフなレザーストラップに付け替えて大人カジュアルに楽しんでいる方意外と多いんですよね。それがまた様になっていて、いやちょっとやられたなって感じ。しかももっと調べていくとナトーストラップ、ナイロン系のストラップに合わせてさらっと楽しむ方もいて、いやこれはグランドセイコーのこのシンプルなスタイルっていうのかな、プレーンなスタイルが生きているんだなと思わせる、そんなところですね。本当にこのモデルオンも使えるし、なんだったらオフは自分好みのストラップに付け替えてラフに楽しむ、それもありだと思います。いやもう本当にいい腕時計だと思いますね。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは電池式クォーツですね。世界最高峰とも言っていい QF クォーツが搭載されています。年差プラスマイナス10秒。いやここ嬉しいですよね。そしてサイズはやや小ぶりな 37mm ですね。この 37mm っていうサイズになっていることもあって、ワイシャツの袖口だったりジャケットの袖口、邪魔にならずにスッとまとうる、それがいいですよね。大人見えします。そしてガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスになっていて、まず普段使いして傷が入らないので、日常使い本当に安心して使える嬉しいポイントですね。そして防水は日常生活用強化防水、10気圧防水となっています。10気圧防水っていうのは時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい強い防水スペックになっているので、普段の汗だったり雨っていうのはもちろんなんですが、突然のゲリラ豪雨あった時でも安心して使っていただける、そんな頼もしい防水スペックになっています。スペックにおいてはクォーツなんですが、高精度の QF クォーツ搭載っていうこともあって、所有する満足度非常に高いと思います。そしてこのモデルはグランドセイコーの凛としたスタイルそのままに、横幅 37mm と小ぶりになっていることもあって、時代を超えて楽しめる長い相棒としてふさわしい一本になっているかと思います。
やっぱりグランドセイコーっていうのはブランドイメージが良くて歴史があって、そしてアフターケアの安心感とか所有するね満足感も含めてコスパの高いそんなね一本になっているかと思います。どんなシーンでも自信を持って楽しめる腕時計を狙っているっていう方はぜひ一度ねこのモデル時計店で試着してみると、いや刺さったなっていう方めちゃくちゃね多いかとは思います。そして2本目は一生ものといってもねやっぱり予算ある程度抑えたいっていう方いらっしゃると思うので、お手頃価格の一生ものをご紹介しようと思います。2本目にご紹介するのはこちらですね。シズンのシズンコレクションより NB の 1050-59L 82,500 円の1本をご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか。すっきりとした端正なスタイル、素敵なね大人感伝わってきますよね。今回ご紹介しているモデルは爽やかなブルーダイヤルってこともあって、ビジネスのねスーツスタイルに合わせてもほんの少し華やかさを楽しめる、そんなところがね魅力の一つだと思います。爽やかな大人を演出するそんなアイテムとして一生ものの腕時計を選んでいくっていうのもねありじゃないかなと思います。もちろんこのモデルにはカラーバリがあって、もう少しベーシックなブラックだったりシルバー系、あとは最近のねトレンドともいえるニュアンスカラーのグレーダイヤルあるので、自分のね顔立ちだったりあとはキャラクターによって選ぶっていうのもね楽しいかとは思います。ただ今回こちらのモデルご紹介するのはやっぱりね腕時計一生ものとして選ぶっていう時に黒文字盤白文字盤定番のねカラーを選ぶと思うんですが、このモデルだったら 82,500 円という、お手頃価格の、腕時計になるので、ちょっと地味になりやすい40代50代60代そんなね大人世代として表情を明るく見せるっていうのか、ちょっと生き生きとして働いているそんな風に演出したいんだったら、こういった爽やかなねブルーダイヤルの腕時計を一生ものとしてね選んでみるのもいいんじゃないかなって個人的に思いますね。でもスタイル、時計全体のスタイルとしてはオーソドックスな腕時計にはなっているので、どんなシーンでもね自信を持って使えるっていうのもいいところだと思います。簡単にデザイン解説しておくと、時計のね全体像を決めるケースのフォルムっていうのは流れるようなスマートなケースフォルムになっていて、ドレスな感じあります。ただこのモデルのいいところっていうのは自分芯、針だったりメタルブレス、ここにほんのわずかスポーティーさを感じさせるところがあって、今のねこのカジュアルな時代にぴったりな、言い方を変えるとオールマイティに使えるそんな腕時計に仕上がっているのがいいところですね。自分芯、針の形状はすっと伸びたバータイプですね。棒状の針になっていて、よくあるのがグランドセイコーでもそうなんですが、先に向かって細くね尖っていくような針だとどうしてもドレス感がね強くなるんですが、このバータイプになっていることによってカジュアルに合わせていただいてもいいようなそんなね絶妙なスタイルになっています。またこのメタルブレス、3列のメタルブレスっていうのもすごくいいところですね。本当に端正なスタイルと、あとは絶妙なサイズ感、この組み合わせになっているのがこのモデル NB の1050シリーズのすごくねいいところだと思います。このモデルだったら本当にスーツスタイル合わせてもいいですし、あとはジャケパンスタイル、なんだったらもうね夏場の T シャツにデニムみたいなそんなラフなコーデを格上げするようなそんなね使い方をしてもいいんじゃないかなと思います。この価格帯だったら10万円を下回る価格帯だったら、この NB1050 このシリーズを超える腕時計っていうのは探してもねないんじゃないでしょうか。もうそれくらい素晴らしいと思う一本ですね。簡単にスペックご紹介しておきます。スペックもね大満足なんですよね。ムーブメントは機械式自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、キャリバーは9011が搭載されています。このキャリバーがいいっていうのは振動数が 28,800 振動、いわゆる8振動の高精度なムーブメントが入っています。人からねどんなムーブメントが入っているかどうかなんて見えないところなんですけど、やっぱり所有する満足感、いい時計を買ったなっていう満足感につながるところだと思います。ここいいですよね。そして横幅はやや小ぶりな 38mm、 この 38mm のサイズっていうのはオンもオフも使いやすい、大人世代には嬉しいサイズになってますね。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、防水も10気圧防水ですね。このモデルも水関係は安心して使っていただけるようになっています。スペックに関してはもう本当に大満足ですよね。高精度のメカニカルムーブメント搭載、安心のサファイアガラスに10気圧防水、もうね文句のつけようがないと思います。もうシズンさん素晴らしいと思います。ただ褒めてばかりっていうのもなんなので、時計マニアな目線で気になるところを挙げてみると、バックルの作りとかは価格相応かなって感じるところありますね。ただあえて気になるところ探してみてもそれぐらいですね。
とにかくデザイン、スペック、価格、それぞれのバランスがとにかく素晴らしいの一言。それと何といってもこのモデルに関してはオーソドックスなスタイルの腕時計に仕上がっているので、つける人の年代を選ばないっていうのがやっぱりね、それがすごくいいところだと思います。オンもオフも自信を持って楽しめる一生ものの腕時計、予算はお手頃価格に抑えたいっていう方だったら、まずこの NB の1050シリーズ時計店で試着してみるのがいいと思います。いや本当にね、シーズン恐るべしです。そして3本目なんですが、ブルーダイヤルなかなかいい感じなんだけど、基本的にはもうねジャケパンスタイル、なんだったらジャケットもほとんど着ないので、スポーツ系の腕時計、ダイバーズとかがやっぱりいいんだよねって方いらっしゃると思うので、ダイバーズ系の腕時計で一生ものの1本をご紹介しようと思います。そして3本目にご紹介するのはこちら、スイスの老舗時計ブランドロンジンからハイドロコンクエスト。今回ご紹介するのは 39mm モデルになります。価格は28万2700円の1本になります。まずスタイル見ていただいていかがでしょうか。スタイリッシュなダイバーズ、かっこいいですよね。ダイバーズウォッチなんですが、その武骨なツール感っていうのはあまり感じさせるところがなくて、なんとなくなんですけどメゾン系の腕時計、そんな感じがあって、おしゃれがね好きな方にもおすすめしたい、そんな一本になります。今の時代だったらビジネスシーンでももうねネクタイすることほとんどないよっていう方だったら、真面目なねビジネスウォッチ選ぶよりかは、こういったスタイリッシュなダイバーズウォッチ、こういった方が多分ねしっくりくるっていう方意外とね多いんじゃないかなと思います。このスタイリッシュなダイバーズウォッチだったら、ビジカジからプライベートまでちょっとねおしゃれな感じで手元を彩る、そんなね一本として選ぶのも全然ありじゃないかなと思います。このモデルがうまいっていうのはこちらですね。やっぱりダイバーズウォッチっていうのはどうしても武骨な印象になるんですが、ややカジュアルっていうのか、やや軽快さ感じさせるところ、12時、6時、9時、この部分にやや大きめなアラビア数字配置することによって、スタイリッシュなんだけどどこかカジュアル、ちょっと肩の力を抜いたようなところっていうのがあって、ドヤ感がね強すぎないっていうのがとてもねうまいバランスに仕上がっていると思います。つける方の年代とか、あとは、服装選ばないような誰でもつけやすいスタイルに仕上げてあるのが、もう本当にうまいところですね。やっぱりどうしてもダイバーズウォッチの高級な腕時計っていうのはツヤ感が高めになるので、デザインをね綺麗にまとめすぎるとドヤ感が強め、どうだみたいな感じ出てくるんですが、このアラビア数字パッとね目に入ることによって、ほんの少しだけなんですが柔らかな印象に見せている。でもドレッシーなツヤ感がうまく効いていて大人見えする、そんなねバランスに仕上がっていると思います。このモデルだったらきれいめなジャケパンスタイルから T シャツに履き古したようなジーンズ、そんなねラフなコーデまで幅広くねコーデをぐっと高見えさせる、そんなねアイテムとして満足感でめちゃくちゃ高いと思うんですよね。またねこの通好みなロンジンというブランド、このねブランドっていうのもいいかとは思います。簡単にスペックご紹介しておきます。スペックもねなかなかいいですね。ムーブメントは自動巻きメカニカルムーブメントですね。面白いところは25200振動7振動のムーブメントなんですよね。メカニカルの場合は、6振動8振動10振動、このね3タイプがほとんどなんですが、7振動ってこともあって、誰かとね時計談義してる時に、いや実はねこのムーブメント7振動なんだよねっていう、ちょっと時計談義にね花が咲くところも、満足感というのかな、所有する楽しみにつながると思います。そしてパワーリザーブも72時間とロングパワーリザーブになっているので、初めてね機械式の腕時計チャレンジしたいなという方でも、使いやすさ感じていただけるかとは思います。そして横幅はダイバーズウォッチと考えるとやや小ぶりな 39mm ですね。この5年10年 42mm ぐらいのダイバーズっていうのが平均だったので、やや小さめになっていることによって大人感あります。ダイバーズウォッチなんですが、その子供っぽさっていうのかな、ツール感強すぎなくて大人っぽく使えるいいサイズになっていると思います。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、防水はオーバースペックともいえる30気圧防水ですね。300m防水になっていて、ほとんどの方がいやそんな強い防水いらないよっていうかもしれないんですけど、やっぱりそこも所有する満足感高めてくれるところだと思います。こういうねオーバースペックっていうのがいいところなんですよね。スペックもね大満足ですよね。7振動っていうちょっとね癖のあるムーブメントが搭載されてあったり、あとはオーバースペックともいえる30気圧防水と、つけていてねワクワクできる、そんなね大人のダイバーズウォッチだと思います。また老舗時計ブランドなんですが、通好みなロンジンっていうところもあって、人とね被ることっていうのもあまりないので、
特別感も楽しめると思います。今一生ものの腕時計を探していて、人と被らない大人のダイバーズウォッチ探してるっていう方だったら、このハイドロコンクエスト刺さるんじゃないかなと思います。いや、かっこいいですよね。そして4本目なんですが、大人のダイバーズウォッチ憧れてるんだけど、やっぱり国内ブランド応援したいよっていう方いらっしゃると思うので、4本目は国内ブランドの大人のダイバーズウォッチご紹介しようと思います。4本目にご紹介するのは、セイコーの人気シリーズプロスペックスより SBEJ011 21万8900円のモデルご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか。もうね、かっこいいの一言ですよね。風格っていうのかオーラ伝わってきますよね。このモデルはセイコーのダイバーズウォッチの中でも威風堂々なスタイルで、大人世代をねぐっと渋く見せてくれる、そんな腕時計、そんな言い方をしてもね間違いないと思います。堅牢さを伝えてくれる、その本格的なダイバーズウォッチ、そんなオーラがねありながら、上質なこのツヤ感のあるセラミックベゼルだったり、あとはこのモデル GMT モデルになってるんですが、ゴールドの GMT 針っていうのがうまく合わさっていて、どこか都会的、そんなスタイルに仕上げてあるのがすごく魅力的だと思います。ツール感のあるねダイバーズウォッチなんですが、どうしても40代50代60代大人世代になると、ツール感前に出てくるよりかは、ほんの少し上質感だったり、あとは都会的、そういったところ欲しいなっていう方多いと思うんですが、このモデルは今の時代にアップデートされた大人の色気を感じさせる、ちょっと言い過ぎかもしれないんですが、そんなダイバーズウォッチに仕上げてあるのがめちゃくちゃうまいと思います。いかにもね、そのどうだって感じのラグスポ系のダイバーズウォッチ、その光沢感強めで高級感が前に出てくるような、そういったラグスポ系のダイバーズウォッチは苦手だなっていう方だったら、このモデル一度ねチェックしていただいてもいいんじゃないかなと思います。このモデルがね人気になるの分かりますね。かっこいいと思います。簡単にデザインを解説しておくと、ケースのフォルムっていうのは合成感の高そうなフォルムになっているんですが、注目ポイントはラグの部分ですね。たくましい面構成と、あとはミラー仕上げになっていることによって威風堂々に見せるデザインの一つになってますね。ここうまいところですね。そしてベゼルのデザインっていうのは至って普通なんですが、セラミック素材にすることによってツヤ感があって高級感ありますね。そしてたくましい自分身も堂々としていて、見ていてね惚れ惚れするところですね。それにねゴールドの GMT 針、差し色としてうまくね効いていますよね。このモデルは威風堂々なそんなところを伝えてくるので、ビジネスのスーツに合わせて手元をねぐっと渋く演出するっていうのもいいし、もちろんねダイバーズウォッチなので武骨なレザージャケットとかミリタリージャケットに合わせてツール感をね思いっきり楽しむっていうのもありだと思います。もう本当に威風堂々なダイバーズ、かっこいいですよね。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントはメカニカル自動巻きですね。キャリバーは 6R54 が搭載されています。精度自体はそこそこなんですが、パワーリザーブがロングパワーリザーブの72時間になっていたり、あとはメカニカルの GMT になっていることによって、やっぱりね所有する満足感というのかな、ワクワク感というのは非常にね高いと思います。そして横幅はダイバーズウォッチとしては標準な 42mm ですね。ただ最近はトレンドとしてダイバーズウォッチ、スポーツウォッチでも 40mm を切るような、そんなね腕時計も増えてきているので、サイズがちょっと気になるなっていう方は時計店で一度試着してみるのがいいかとは思います。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、防水スペックはこのモデルもオーバースペックともいえる 200m の空気潜水用防水ですね。これからダイビングにねチャレンジしたいなという方でも安心して使っていただけるような、そんな本格的なダイバーズスペックになっています。このモデルなんですが、スペックはバランスよくまとまっていると思うんですが、やっぱりね何と言ってもいいのはメカニカルの GMT ムーブメント搭載っていうこともあって、大人をねワクワクさせるいいところにねなっていると思います。このモデルは本格的なダイバーズウォッチなんですが、躍動感、スポーツ感がすごく高いというよりかは、重厚でどっしりとした、そのね威風堂々なそんなイメージがあるので、40代50代60代そういった大人世代の方をぐっと格上げして見せてくれるような、そんなねツールとして楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思う一本ですね。とにかくこのモデルにおいては威風堂々なスタイルっていうこともあって、昔ねスポーツしていたよっていう方、体格のいい人つけるとめちゃくちゃハマると思います。かっこいいと思います。
そして最後ご紹介するのはダイバーズウォッチ。スポーツ系のね腕時計も憧れるんだけど、自分のキャラクターとしてはもっとやっぱりスマートな腕時計の方がいいなっていう方もいらっしゃると思うので、最後はスマートなモデルの一生ものをご紹介しようと思います。最後にご紹介するのはハミルトンからジャズマスターシリーズのパフォーマーオート 38mm16 万9400円の1本をご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか。スタイルも色合いもスマートですよね。大人世代がさらっとつけて様になる、そんな腕時計って感じがあって、ただおしゃれをね頑張ってしているっていう感じがない、要はさらっと楽しんでるっていう感じがすごくいいんですよね。簡単にデザイン解説しておくと、時計のケースフォルムっていうのはスマートなケースフォルムになっていてドレス感あるんですが、なんとなくスポーティーさだったり躍動感感じると思うんですよね。うまいのがベゼルデザインですね。5、10、15、20とダイバーズウォッチを想像させるようなベゼルのデザインになっていることによって、ドレスとスポーティーさうまくミックスさせてあります。それにこのモデルはニュアンスカラーのブルーダイヤルってこともあって、おしゃれな感じもあって、今の時代ほんの少しカジュアルな時代の大人のドレスウォッチ、そんなイメージに仕立て上げてるのがめちゃくちゃうまいと思います。またサイズも横幅 38mm とやや小ぶりになっている、このサイズ感も絶妙ですね。うまいと思います。一生もの腕時計としてスポーツ系の腕時計、ダイバーズウォッチの腕時計はちょっと自分のキャラクターと違うな、ドレス系の腕時計の方が好きなんだよねっていう方だったら刺さるね一本になっていると思います。スーツだったり、あとはきれいめなジャケパンスタイル、プライベート休日でもジャケット羽織るのが好きなんだよねっていう方だったら最高の相棒になってくれるかとは思います。いや、本当の意味でのスマートな大人の腕時計、そんな言い方をしてもいい一本だと思います。ハミルトンデザインうまいですよね。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。キャリバーはハミルトン定番の H10 ムーブメント搭載になっています。このキャリバーは非常に安定性が高いだけではなくて、パワーリザーブが8周時間ロングパワーリザーブになっていて使いやすさありますね。また2バクロンのヒゲゼンマになっていることによって対峙性強くなっているので安心して使える、ここもねいいところになっています。そして横幅はやや小ぶりな 38mm、 絶妙なサイズ感ですね。そしてガラスは安心のサファイアガラスが入っていて、防水はこのモデルも10気圧防水となっているので、このモデルも水関係は安心して使っていただけるようになっています。スペックも非常にバランスよくまとまっていて、ハミルトンの定評のある H10 ムーブメント搭載、さらに安心のサファイアガラスに10気圧防水と、普段使いしていてまずね不満出るってことないかとは思います。今一生もの腕時計探してるよという40代50代60代大人世代の方で時計雑誌とかね見てみると、今のこのカジュアルな時代はスポーツ系ダイバーズウォッチ人気ですよって書かれてるんだけど、自分の顔立ちだったりキャラクター的にはいやもっとスマートな腕時計の方がいいんだよねっていう方でも、ちょっとそのカジュアルだったり、あとはそのニュアンスカラーも楽しんでみたい、そういった方だったらこのジャズマスターパフォーマーオート 38mm モデル、このモデルね刺さると思います。一度時計店に行って試着してみるのをお勧めします。いかがだったでしょうか。今回は厳選一生ものの腕時計という形で5本ご紹介させていただきました。何かドキッとするような腕時計に出会えれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。